皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1967年7月22日に東宝が公開した特撮映画、キングコングの学習に登場したメカニコングを16年後の1983年に山勝が、1991年にバンダイが販売した電子怪獣メカニコングを当時の視点も交えて解説した動画です。メカニカルコング、通称メカニコングは、公開時の1967年にはソフビは販売されず、1969年末に、ウルマークが第二次怪獣ブームに帰ってきたウルトラマンが放送される前、ソフビになる元キャラ不足で、2年前の映画から電子怪獣メカニコングをソフビ化していますが、映画の再上映は、その販売から4年後の1973年12月の東宝チャンピオン祭りでしたので、当時の小さな子供には、何の怪獣なのかも、よくわからないに近い存在でした。そんな映画のタイミングとは、なぜか合致しないメカニコングに、1983年には、ゴジラシリーズとは、言いにくい、キングコングの学習ですけども、復活フェスティバル、ゴジラ1983の上映作品に組み込まれ、オリジナル版が、ニュープリントで、当時の特撮ファンに公開されました。それに合わせて山勝が、ゴジラ怪獣と共に、ウルマークの販売から、14年後に、メカニコングも販売しました。電子怪獣メカニコング、360度回転、電子怪獣メカニコング、1号、2号の違いとは、電子怪獣メカニコング、レーザービーム、発射、1991年には、バンダイが、東宝怪獣シリーズとして販売したラインナップにも、過去の昭和怪獣と共にメカニコングもラインナップされました。メカニコングは、国連の科学者委員のカール・ネルソンと野村二郎が伝説のキヨジュウキングコングの能力を検証をもとに設計したロボットで国際手配中の悪の天才科学者ドクター・フーが北極の秘密基地で作り上げたロボットです。本来は格闘や戦闘用ではない究極の高エネルギー、鉱石エレメント X の採掘メカとして作られました。身長は20メートル、体重は1万5000トン、両目に光線を装備していて、別名は電子怪獣と言われます。メカニコングの誕生は、アメリカのビデオクラフトプロダクションと、東映動画の制作のアニメ版のキングコングを企画、制作した、1966年12月31日に、パイロット版の放送からの、レギュラー放送の、1967年4月5日から NET で、毎週水曜夜7時30分から放送された、カラーアニメ番組のキングコングの中に、ロボットコングというタイトルの回に登場するロボットのキングコングが元になっています。アメリカでは1966年9月10日から放送されていたため、アメリカ側がこのロボットのコングを元に東宝にデザインを用意したのをベースに誕生したのがメカニコングです。逆にキングコングの学習がユニバーサルピクチャーズからアメリカで上映された時にはタイトルはキングコングエスケープに改題されメカニコングの名前もロボットコングとして吹き替えられていて元のアニメと同じネーミングに戻されています。メカニコングは1号機と2号機が作品的には登場しています。1号機は中アームボンベを腰に複数装着していますが、エレメント X の強力な放射線の影響から作動不能になります。2号機は対キングコングのためのメカニコングで、頭部にキングコング用の催眠光線投射器が取り付けられていて、外観的にも異なります。ただ、ソフビやおもちゃでは、あまり1号機なのか、2号機なのかを明記していないものが多く、単純に大雑把な造形なのか、1号機は腰の中アームを造形するのが困難な上に、登場するパーセンテージは、1号機は少なく、北極の地下で動かなくなるだけで、映画としては2号機がメインだからなのかもしれませんが、中アームがないなら2号機のはずですが、今度は頭部の催眠光線投射器がないことが多く、キングコングに破壊された後ということなのかもしれませんが、厳密に言えば破壊された破片が少し残っているので、時間的な変化としても判断が難しいメカです。ブルマークは中アームボンベはないものの、そのベルトとホルダーが造形されていて、中アームボンベを装着してない写真を参考にした、おそらく1号機のソフビです。今回の山勝やバンダイのソフビも1号機か2号機かは明確ではなく、おそらく2号機のメカニコングという造形になっています。メカニコングは1967年7月に公開された映画で、
円谷プロダクションのウルトラセブンは3ヶ月後の同年の10月1日から放送された特撮テレビ番組です。そのウルトラセブンの中で主人公諸星団が使用するカプセル怪獣の一体にロボット的なウィンダムというカプセル怪獣が登場しますが、その鳴き声はメカニコン部の鳴き声が使用されています。メカニコン部はキングコングの使用問題から微妙な存在なのですが、アニメで先にロボットコングが登場していて、アメリカの特撮版も名前はロボットコングなので 100% 東方のキャラクター化は難しいために再登場やゴジラとの共演はないままでした。ですが、怪獣のメカロボット化というアイディアは問題ないので、メカニコン部をヒントにゴジラのロボット怪獣メカゴジラが誕生しています。皮肉にもメカゴジラは1と2の1、2号機が存在して、どちらのメカゴジラかを明記して商品販売されています。メカニコン部の撮影スーツの造形は、頭部は、トシミツ、定蔵さんで、ボディの制作は、ヤギ、安江さんと、ヤギ、カンジュさんの制作で、制作されました。メカニコン部の目には、当時の8ミリフィルム映写機に使われていた、電球を使用していて発光できましたが、ウルトラマンの怪獣のように、常時発光しないので、夜間のシーンでも目はわかりにくいままでした。ボディは、高質ウレタンを使用していて、FRP などを使わずに金属的な表現を出しています。東京タワーのシーンにはない、肩のパーツはスーツ完成時もなかったので、後から装着したパーツなので、外していても、ボリューム的にはダウンしますが、一見わからない感じなのも、そのためです。他に、東京タワーのロングショットに見られる一尺のモデルと、実物大の右手が作られました。スーツアクターは、東方の俳優、関田博さんが演じていますが、キングコングと戦うゴロザウルスも同時に演じていました。メカニコン部は、ポスターなどでは、目から光線を発射している絵が描かれています。設定としても、光線やビームを出すとありますが、映画の中では、2度ほど、目が強烈に光る放射があるだけで、光学合成によるビームの発射は見られませんでした。同時上映の長編映画、ウルトラマンの家督隊の武器や、ウルトラマンの光学合成による光線がインパクトがあるだけに、子供としては残念でしたので、ソフビで目からのレーザービーム発射を再現しましたので、ご覧ください。メカニコン部の表記も、当初の予告や印刷物では、メカニとコン部の間に点が入る記載があり、その後も点の入る記載を使う印刷物もありますが、基本的には入らない方が多くなっています。ほぼ同時期に、アニメ版は東映動画が、特撮版の東方の円谷英二と釘監督が制作している変わった作品で、ユニバーサルピクチャーズがアメリカで上映するときには、特撮もロボットコングという名前でアニメと同じで、アニメ版も特撮もドクター、フーとの戦いを描いた作品なので、キングコングの学習でも、悪の科学者、ドクター、フーは、天本秀夫さんが演じていたため、後の仮面ライダーに登場する、死神博士のモチーフだという特撮ファンもいます。山勝のメカニコン部は、ポピーのキングザウルスシリーズが、おもちゃや参加姿を消して、次の、バンダイの、ウルトラマンのソフビ、コレクションシリーズの発売直前に、店頭に、ゴジラやバラゴン、モスラの幼虫、アンギラス、メカゴジラ、キングギドラと共に、大箱に、裸で入れられ、ヘッダーやタブはなく、一体、500円で販売されました。バンダイの、メカニコン部は、平成ゴジラシリーズと呼ばれる、シリーズが3作目のゴジラ対キングギドラが決まり、毎年のシリーズ公開が、軌道に乗るタイミングで販売されました。メカニコン部は、その後の、メカ怪獣に、いろいろな影響を、与えたロボット怪獣なのは確かで、希少な存在です。そんな、山勝と、バンダイのメカニコン部のソフトビニール人形の動画でした。それではまた次回は別のおもちゃの紹介でお会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いします。ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。